はい、伊丹ローズガーデンの広さです。こちらね、ラレーヌ・ビクトリアブルボンローズですね。今日は9月の19日。結構ね、たくさんもう枝が伸びて、まだ夏の枝整理みたいなことはしてなかったんで、古枝を取ってね、すっきりさせたいと思います。フェンスの大きさは横が2メーターちょっとですね。で、縦もフェンス自体は1メーターぐらいなんですけれども、下が結構ね1メーターぐらい上がってますんで、2メーター ×2 メーターっていう感じのフェンス仕立てになります。それでこの足元がですね、グラウンドカバーの草がびっしりと植えられてまして生い茂ってるんで、植え床がね小さな植え床で、おそらく花壇の土の容量としては150リッターもあるかなっていう感じのところなんですね。したがって水やりはされてるんですけども、やっぱりねこんだけ葉っぱがたくさんになるとどうしてもね水枯れして中の方とかね古い葉っぱから黄色くなってバラバラ落ちてきてるというような状態ですね。細い枝がねたくさん上がってもう必要以上にね伸びてしまってますので、今年の春咲いた枝ですね、それを全部取って、この新しいシュートばっかりにしようかなと思っております。ちょっとすごい状態になってて、どっから手をつけたらいいのかもう分かんないなっていう状態になってるんで、もう一旦全部外して、急がば回れじゃないんですけどね、全部外してで、とにかくこの一番奥の方にね古い枝というか今年咲いた枝がありますから、やっぱり全部外さないと一番奥の枝をね取り出すことがちょっと不可能なので、ちょっと面倒くさいですけれども、一旦全部外して古枝を取ることにします。だいたいもう取りながら、この辺はね古枝そのまんま取れそうなんで取っていきます。途中から細い枝ですけどシュートがねピヨーンと伸びてるような感じなので、とりあえずそこまでこう新しい枝が出てるところまでね古枝を切ります。これはもう全然新しい枝がね出てないんでズボッと抜きますね。このね抜く時に新しい枝を引っ掛けて折らないように気をつけないといけないですね。ここもねちょろっと細いのが少し伸びてたんですけども、全体見たら別になくても全然 OK なんで切ってしまいますね。よいしょ。かなり下の方から出てるシュートだけにして十分な枝数がありますね。この辺ね向こうから結構太いのがずっと上がって、でこうしなって途中から枝分かれしてこうたくさん枝が出てるんですよね、細い枝がね。でこれを生かせばもうほとんどやっぱりこの春咲いた枝はもうズドンといっちゃって大丈夫ですね、こういうやつ。よいしょ。先の方からねこうピヤーンと伸びててももう誘引するの場所がないし、折り返したら誘引できないことはないんですけれども、必要以上に多いんでこれは整理しましょう。このつるバラのね誘引とか
こういう枝整理する時に、脚立立ててやるんですけれど、作業を効率よくするためのねちょっとしたポイントとして脚立を立てる位置、要は自分がどの位置から、手を伸ばして作業するかっていうのをちょっと考えて脚立を立てた方がいいですね。できるだけその脚立を移動する回数を減らすことがものすごく業務の効率化になります。で今1回脚立動かしただけなんですけれども、ほぼこれで全ての枝がフリーに取ることができる状態になってますね。これを脚立から降りて動かしてでまた上がってっていうのを何遍も何遍も繰り返すとね、それだけで結構時間かかるんで業務がね非効率になりますから、脚立立てる時にねよく自分の立ち位置をどこでやるかっていうね脚立を立てる位置をよく考えて脚立を立てるとすごい業務の効率が上がって作業時間が少なくて済むようになります。はい、結構たくさんね枝切りましたね。足元こんな感じで、少しねこの辺の枝は、古枝をちょっとだけ残してますね。足元の方シュートが何本かねベーサルシュート出てて、で細い枝をね割と下の方で出てる枝だけ少し古枝は残してますけど、その他はほとんどもう今年出た枝ばっかりにしました。はい、それでは下の方からね祝えていこうかなと。ちょっと上の方ね結構絡んだりしてるし、下の方からやった方がやりやすそうな感じがするので下の方からやっていきます。この辺がね、これ1本下の方のベーサルシュートが伸びてるとこですね。この辺をちょっと下で先祝えてしまうとあとやりやすくなるかな。シュロナーとね紙ひも、組み合わせてというか、細い枝はねもう紙ひもでいきますけども、ちょっと太いところはシュロナーで祝えます。まずはね縦の枝の順番をあんまり交差しないようにね順番をよく考えて先下から固めていきます。下って根元の方からね。で言ったらあと3ヶ月後に本格的な誘引はしますから、今日はそんなにピチッとは誘引せずにラフな感じで枝を均等に、配置できればそれでいいかなという感じで何本かまとめて束でね祝えていきます。これも2本目の真ん中のベーサルシュートも下の方だけちょっとこれで緩く祝えて一決めしておきます。で、2番目ですね。で3番目の枝がねこれわーって垂れ下がってきてるんですけどね、ち
ちょっとねここでフェンス噛んでしまってるんで、一旦こうフェンスを言われてるタイルアップを外さんといかんから、これはもう冬にやったらいいかなという感じで、1本だけね上へ上がって垂れてるやつがありますけどね、本当は斜めに全部バーっていきたいんですけどね、垂れてる分も一応それはそれで置いといたらいいかなと思います。なので、これはもう上の方から向こう側へざっと行きましょうかね。枝なりにこれは途中で折れた枝だな。よし、折れててもね皮がつながってると枯れないんですよね。よし、今の時期はねやっぱりまだ枝固まってないから簡単に折れちゃいますよね、ペキってね。なのであまり一本一本を大事にピチピチって冬の湯みたいには言われていかないで、こんな感じでラフにまとめて言われていったらいいですね。真ん中先決めましょうか。下の方がねここいっぱいあって、真ん中ここがちょっと少ないんで、この枝はそのまま斜めに向こうへ行けそうなんで、よし、これはちょっと立てるように引っ張りましょう。よっしゃ、これでいい。ちょっとねほぐしながら。はい、こんな感じで半分ぐらい、下半分が半分ぐらいね根元の方から誘引できましたね。で引き続き今度上やりましょうかね。届かんかな、届くかな。これが結構こう枝分かれしてね大かぶさってるんで複雑に絡み合ってますね。そーっとそーっと、でもここ折れてるな。よっしゃ、ほぐれた。これが一番上に行きますね。途中から下の枝も多いんで、これ全部まとめていっておきましょうか。よいしょ。OK。で、次に手が届く枝はこれなんですが、その前にこの一番ごっついやつね、この塊があるんですよね。これはちょっと全部一緒っていうわけにいかないんで、これとこれを分けましょうか。でこれが一番すごいですよね。ベーサルシュート、今年出たベーサルシュートですね。でこれがちょっと下に来るんで、こっち側が先ですね。こういう感じですね。もっとかなり束で小枝10本以上ありますね。束ねてます。でその次が下の1本下とこの今のね途中から枝分かれした枝を一緒にときましょうかね。これが真ん中あたりに、よいしょ、この辺で。あとねこの辺真ん中にちょっと残した枝、この辺をサクッとここで加えておきます。
こうやって見るとね、下の方の株元にね近い方の葉っぱがほとんどもうみんな落ちてしまって水枯れなんですよね。黒点ではないですね。黒点もあんまり出ない品種かな。うどん粉めっちゃ出んねんけどね。肌にもまあ出かかって今は収まってるっていう感じで、ちょっと葉っぱの色があんまり良くはないんですけど、肌に自体は収まってますね。一回消毒をねテルスターしてるんで、まあ、なんとか収まって肌には今のところいないですね。ちょっとねすすけた感じの葉っぱになってますけども、だからこっち側のね先っちょの方に枝が固まってるっていう感じにはなってますが、よいしょ。これでまだあったかいんでね、結構小枝が出てくるでしょうね。こっち側の特に葉っぱのないところからまたわしゃわしゃと小枝出てくるんちゃうかなと思うんですけどね、もうしょうがないですよね。全部立てれないんで、もうこの状態でいいとしましょう。はい、結局紙紐は使わなかったですね。ラレルンビクトリアの、夏の枝整理でした。ではまた。ここがべきって折れちゃうんですね、左へ倒すと。ですので、まああんまり